おはようございます。セイドラです。今朝はまず祖谷のかずら橋に観光に行って、その後16番の萩原寺に向かおうと思います。かずら橋はサンリバー大ボケから車で30分ぐらいのところにあります。調べてみたらこの時期は朝8時から営業しているということなので、時間的には問題がないんですが、とても有名な観光地なので逆に混んでないかが心配です。伊波美人が見えてきました。車がたくさん止まってますね。これ営業はしてるようです。ってことはこの時期でも満室で予約が取れなかったっていうことなんですね。いや大人気です。ホテルかずら橋が見えてきました。こっちは営業してないようですね。改装中なんでしょうか。左前に見えてきたのがかずら橋夢舞台です。どこの駐車場に止めるのが都合いいのかよくわからないので、無難にここの駐車場に車を止めることにします。で、中に入ってね、見てみたら車が1台も止まってないんですよ。この観光施設は朝9時からの営業だったみたいですね。路面が凍結しかけてます。いや、さっきの駐車場に車を置いといて正解でした。かずら橋は一方通行らしいので、橋の向こう側にある入り口を目指します。あれがかずら橋なんですね。ジャングルに架けられた橋みたいです。入り口の方に降りていきます。見えてきました。今からかずら橋を渡ります。今日は客が私たちしかいないようなので貸し切りですね。入場料金は550円です。ペイペイも使いました。かずら橋は平家の落人が作ったっていう説以外に、お大師様が困った村人のために作ったっていう説もあるんだそうです。いや、どこにでもお大師様現れますね。それでは早速かずら橋を渡ってみます。かずら橋は地上から14メートルぐらいのところにあるみたいなんですが、下を見ると思ったよりも高く見えます。しかも足元の隙間が広めなので、踏み外すんじゃないかと思うと怖さがより増してきます。あまりの怖さにカメラを安定させることができなくて、見づらい映像になってます。すいません。うちの妻がこんな感じで歩いてますが、実は私もほとんど同じような状態で歩いてて、片手でカメラ持って撮影するのが大変でした。やっと渡りきりました。噂通りスリリングな橋でとっても楽しめました。すぐ近くに琵琶の滝っていうのがあったので、休憩がてら寄ってみました。源平の戦いで敗れた平家の中人たちが都の生活を忍びながら滝の下で琵琶を奏でて、慰め合ったんだというところなんだそうです。駐車場に戻る道ですが、この凍結具合ちょっとやばいですよね。しかもね、坂になってるんでかなり危険です。さっきのかずら橋なんですけども、どうも3年に1回架け替え工事をしてるようです。基本的には全て手作りみたいで、いやすごい労力がかかってるんですね。祖谷のかずら橋は一度は行くべきって言われてたんですが、これは確かに1回体験した方がいい観光地ですね。それでは16番の萩原寺に向かうことにします。ホテル祖谷温泉が見えてきました。谷底にある露天風呂までケーブルカーで降りていくんで有名なお宿ですが、なんとなく営業してないっぽいです。今は改装中なんでしょうか。これが、有名な祖谷家の小便小僧なんですが、テレビで見てる時よりちょっと小さい印象ですね。いやー、想像してたよりもだいぶ小さいです。これおしっこが出る仕組みにはなってないんですね。なるほど。しかしすごいとこに立ってます。昔は度胸試しのためにこの岩の上に乗ったり飛び跳ねたりしてたみたいでね、高所恐怖症の私としてはもうとんでもない話です。また何か出てきました。これは祖谷家の展望台ですね。トイレもあるようなので、休憩しがてらちょっと寄ってみようと思います。一番先っちょには展望台があって、景色はいいんですが、
正直さっきの正面小僧から見た景色の方が綺麗でしたね。はい、それでは山道をひたすら走って麓まで降りようと思います。途中で何度か猿が現れたんですが、車を見ても逃げないんですよね。ちょっと驚かされました。この右側が16番の萩原寺ですね。やっと到着です。この先の駐車場に車を置いて早速参拝に向かいます。農協所が休憩所を兼ねてるみたいですね。帰りに、農協市がてらちょっと寄ってみようと思います。別格霊場16番萩原寺です。本堂と大師堂を参拝して農協所に行ったんですが、農協所でおばさんたちが井戸端会議してたので、なんか言いづらくてね、農協だけいただいてパパッと出てきちゃいました。はい、それでは次は17番の甘の寺に向かいます。そろそろお昼時になってきたので、今日は讃岐うどんの山吉さんで、昼飯を食べようと思います。今回初のうどんです。香川で食べるうどんはどこで食べても外れがないですよね。とても美味しくいただきました。17番の甘の寺に着いたんですが、ちょっと通り過ぎちゃって今これね戻ってます。で、この右が甘の寺ですね。駐車場はどこなんだろう。向こうの方に見える万能池の駐車場に止めちゃっていいんですかね。まあそっちに入れちゃいます。ちょっと入り口がね分かりづらくてうろちょろしちゃいました。別格霊場17番甘の寺です。甘の寺はもともと万能池の守護として建立されたらしいんですが、昭和30年の、万能池改修工事に合わせてこの場所に移築されたんだそうです。早速、本堂を参拝します。大師堂の代わりに万能大師像がいらっしゃいました。ここで参拝します。これはとても珍しいですね。万能池の守護というだけあって、お大師様は万能池の方を向いてます。農協所で農協印をいただいて、次は18番の海岸寺に向かいます。この辺りは山道を通ることもないので走るのが楽でとても助かります。海が見えてきました。海岸寺っていうぐらいですから海沿いにあるんでしょうけど、きっと景色が素晴らしいんでしょうね。海岸寺の駐車場が見えてきました。この黄色い看板がとっても目立ちます。別格霊場18番海岸寺です。海岸寺の三門は仁王像じゃなくてお相撲さんなんですね。これはとっても珍しいです。海岸寺はお大師様のお母様である玉頼御前の出生地らしくて、そのゆえんからお大師様はここの奥の院で生まれたっていうことになってるみたいです。本堂を参拝したら、大師堂を探します。奥の方にあるのかなと思ってしばらく歩いてたんですが、大師堂が見つかりません。ここでふと思い出したんですが、山茶お遍路さんの動画で大師堂は奥の院にあるって確か言ってたので、この後奥の院にも行ってみようと思います。いやー、海が綺麗ですね。さすが海岸寺っていうだけあります。農協所で農協印をいただいたんですが、横に大師堂のことも書いてあったんですね。全然読まなくて気づきませんでした。海岸寺から150メートルほど、行ったところに奥の院があります。別格霊場18番海岸寺奥の院です。山茶お遍路さんの動画見てなかったらこの奥の院見過ごしてた可能性があってね。いや本当に助かりました。ありがとうございます。
あと山茶さんからのコメントで、海岸寺は奥の院こそぜひ行ってみてくださいっていうのもいただいてて、いや今回おかげさまで、寄ることができました。それでは大師堂を参拝して、農協所でまた農協院をいただきます。この奥の院と善通寺の間で誕生所争いが勃発して、ついには江戸幕府まで巻き込む騒ぎになったんだそうです。詳しくは下のテロップご覧ください。お大師様の誕生地争いに敗れた奥の院ですが、由緒正しき地であることを感じさせてくれるいいお寺でした。高松市に入ります。13キロ先が一宮寺です。一宮寺ではもう大変なことがあったんで、一生忘れないお寺になりました。そろそろ19番高財寺が見えてくる頃です。あ、ここですね。これ他の方の動画で見たんですけど、山門を車でくぐるんですよね。駐車場が奥にあるからまあ仕方がないんですけど、それでも山門を車でくぐるっていうのが大変いけないことをしてるみたいで、申し訳ない気持ちでいっぱいになりながら駐車場に車を置きます。別格霊場19番高財寺です。ご住職さんからもしかして東京から来たのって言われて、なんでわかるんだと思ったんですけど、どうも車のナンバーを見てたみたいですね。いやー、みんないろいろと見てます。本堂と大師堂を参拝したら農協所で農協院をいただいて、今日の参拝は、ここで終了になります。今日はお寺を4つも回れたし、かずら橋も観光できたし、とっても充実した一日でした。今晩のホテルは当初道民インにしようと思ったんですが、河原町にあるロイヤルパークホテルが素晴らしいということだったので、そっちに泊まってみようと思います。ロイヤルパークホテル高松は一般のビジネスホテルよりワンランク上の道民インよりもさらにワンランク上のホテルっていうような印象です。このホテルの最大の売りはラウンジがあることなんですよ。ラウンジでは夜お酒を飲みながら軽食を食べたり、朝飯も当然そこで食べれるし、ラウンジアクセス券付きのプランをお願いしてればそれを無料で使うことができます。今回私たちはラウンジアクセス券付きのプランを、正味2人で1万5000円でお願いすることができました。それでは早速お部屋に入ってみます。403のツインルームです。内装はビジネスホテルっていう雰囲気じゃないですね。ちょっとシックな雰囲気があって高級感があります。このホテルのコンセプトがコンパクトラグジュアリーということらしくて、部屋は大して広くないんですが、確かに、ワンランク上の雰囲気があるのは感じますね。このホテルはとにかく口コミの評価が高くて、前回高松に泊まった時なんでここが見つけられなかったのかね、ちょっと悔やまれます。冷蔵庫の中には、有料の飲み物が何本か入ってるんですが、その上に空間があるので、何か飲み物を買ってきて冷蔵庫に入れる時もいちいち中のものを出さなくて済みそうです。無料のお水も2本ありました。繁華街のど真ん中なので景色はまあこんな感じですね。外に出歩く分にはとても都合のいい場所です。浴室のクオリティと広さももうビジネスホテルの域を超えてますね。アメニティも、しっかりしたいいものが揃ってます。バスタブがとにかく広くて、これだったらゆっくりとお湯に浸かることができそうです。トイレは当たり前ですがウォシュレットになってました。シャンプーやボディーソープはラグジュアリーホテル専用アメニティのタイブが用意されてます。レベル高いですね。それでは今回のお目当てのラウンジに行ってみます。
カクテルタイムは18時からなんですが、こういうタイプのラウンジって、時間と同時にみんなが一斉に料理取るので、綺麗に盛り付けられた料理の映像を撮ることができませんでした。お酒は生ビールにワインは白赤スパークリングがありました。あとはウイスキーに焼酎、一通り全部揃ってましたね。料理の方はおつまみ程度ですが、それでもきちんと作ってあって、美味しいものがちゃんと準備されてました。もちろんソフトドリンクもあります。お茶漬けコーナーです。これは夜になると出てくるみたいなんですが、とにかくお茶漬けの具がすごく多くて、本格的でね、すごいうまかったんですよ。これには驚きました。それではせっかくの無料なので、お酒から料理から全部制覇したいと思います。料理もなんちゃってオードブルじゃなくて本格的でね、結局ここでいっぱい食べて晩飯の代わりにしちゃいました。夜ちょっと街に出てみたんですが、実は香川県が今日からマンボウになっちゃったので人がほとんどいません。こういう時は外歩いちゃいけないんでね、もう帰って寝ます。おはようございます。今度は朝食です。朝食はハーフビュッフェタイプで、サラダとか、パン、ご飯や味噌汁、飲み物なんかはビュッフェスペースで自分で取ってくるんですが、メインの料理はプレートで運ばれてきます。和食と洋食があったので両方お願いしました。どれもね、美味しかったです。このホテルは従業員のホスピタリティも非常に高くて、間違いなくおすすめできるホテルですね。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。次回は別格令嬢結願所になる20番の大多喜寺に向かいます。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。